どうも皆さんこんにちは、レッドです。前回作っていたこちらランボルギーニのボディを仕上げていく動画になります。どこまで進むかわからないんですけどね、やれるだけのことはやっていきますのでよろしくお願いします。まず余分な部分がたくさんあるので余分な部分を切り落としていきます。次にこの表面がデコボコしているので、このデコボコをですねヤスリで削ってある程度なだらかにしていきます。そして次に使っていくのがこちらイサムのラクーダファイバーパテです。こちらのパテが簡単に漏れて簡単に削れちゃうパテになります。一発目のパテがこんな感じです。結構フロントバンパーはねパテがモリモリの状態ですね。下地がいい状態だとそんなにねパテが必要ありません。では次にパテが足りなかったところにもう一度パテを持っていきます。まだ若干ね歪みとかがあるのでもう一回パテを盛ります。でそのパテを削ってどんな状態でもそれで仕上げていきます。遊びなのでね3回も盛れば十分です。そしたら次にこのカート本体にこのボディをね固定していきます。さあそしたら次にプラサフを全体に吹いていきます。プラサフを使うことによって小さな小傷が消えたり塗装の発色が良くなったりするので、このプラサフっていうのはねすごく大事な塗料なんです。
表面が乾いたのでペーパー1000番を使って整えていきます。それではルージュレッドを塗装させていただきます。ルージュレットが乾きましたので、次にブラックの塗り分けをするためのマスキングをしていきます。この塗装がね、しっかり乾いたので、このヘッドライト部分にレンズカバーを取り付けていきます。こちら、アクリル板を使って。裏からコーキングをしてあげます。コーキングでしっかりくっついてます。フロントガラス OK。 今ね、試しに裏に LED を入れてみました。今回はね LED は入れないのでご了承ください。では全ての準備が整って組み込んでいく前に一度ねフレームがない状態でセットしてみます。フレームがある状態でセットするとめっちゃ車高が高くなるんで、その状態を一度見てみます。さあ完成いたしました。こちらが私が手作りで作ったランボルギーニアベンタドールロードスターでございます。今がフレームを組んでない状態なので、
車高がベッタベタな状態です。フレームをつけるとかなりね車高がぐーんと上がってしまうので、これが最後の見納めですね。そしたらフレームを組んでいきます。OK、 これでやっと走行させることができるようになりました。そしてアクセルとブレーキもねしっかり踏めます。バッチリです。さあということで無事にボディが完成したので、次回の動画はこちらのレーシングカートをサーキットに持って行って実際に走行してみます。なので次回の動画をお待ちください。Come on, c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 ome on!